皆さん、こんにちは。ヒロです。そうです。はい。ですね、今日はですね、日本語能力試験 JLPT の N5 の問題を、皆さんと一緒に解いていきたいと思います。我々はですね、見ていただければわかる通り、日本語のネイティブ、日本人なんですけれども、この僕らが喋ってる会話のスピードは速いと思いますけれども、容赦せずにこのスピードで話すことが、で、そのスピードにですね、皆さんが慣れていくことが、日本語のそのリスニング力を上げていくっていうことに、つながると、そういうふうに信じてるので、ちょっとですね、このスピードのままで話します。で、要所要所にですね、字幕は入れていくようにするので、何言ってるかわからないなっていうのがあれば、字幕を見るか、あるいはコメント欄で質問をくだされば、お答えしますので、遠慮なく質問してください。皆さんと一緒に楽しく解いていけたらなというふうに思ってます。はい。ですね、それでは、早速ですけれど、問題の方に移っていきたいと思います。おい、こう、準備はいい？いいでしょレッツゴう。Let's go. ー ?OK。それでは、早速1番から解いていきます。1番、はい、1番。病院の人が薬について話しています。はいはい、薬ですね。はじめに何をしますか？朝ごはんの前に水を飲んでください。それから朝ごはんを食べてください。食べ終わったら薬を3つ飲んでください。はじめに何をしますか？はい。何番だと思う？水を飲めっつってたから、2だろうなと思うけど。いや、悩むところじゃないけどね。そうだよね。はじめに水を飲んでくださいって言ってたっけ？はじめにって言ってたかわかんないけど、水を飲んで、そう、その後に朝ごはん食って、で、薬を飲め、みたいなこと言ってたから、だから2番ってことだよね。今言われた中から選ぶと、それ2番を選ぶしかないかなっていう、ね。どういうこと？どういうこと？いや、医者は朝ごはんの前にうん。水を飲んでください。うん。で、そっから薬を3錠飲んでくださいみたいなこと言ってたから、うん。文章から、しかもこの絵の中から選ぶとすると2番なんだけど、水を飲む前に、起きるとこから始まるよね、みたいな。いや、そうなんだけどさ、この選択肢の中から選ぶとしたらもう2しかないでしょ。だから最初の説明文っていうか問題文が、初めに何をしますかって。確かにね。はじめにもしかしたらトイレ行くかもしれないしね。はじめに朝起きるかもしれないし。そうそう。いやー、これ視聴者混乱するだろうな。問題文の解説というよりはもう不足だらない議論になりましたけど、2番いきます。2番、はい。店の入り口で店の人と男の人が話しています。はい。店の人は靴をどこに入れますか？いらっしゃいませ。どうぞお入りください。靴はどうしたらいいですか？こちらで脱いでください。この棚の一番下に入れておきますので。はい、ありがと店の人は靴をどこに入れますか？はい。どこに入れますかというか、何番でしょうか。俺に聞いてるそれ。いや、そうだよ。俺はもう問題なくというか、問答無用で4番ですね。はいはいはい。そうだね。一番下に入れておきますのでということを言ってたからね。これが靴に見えるかどうかっていうところは置いてる。俺もちょっとこれ靴に見えないんだけど。4しか考えられないよね。あと、棚に入れときますって言ったけど、これが棚に見えるのかっていう話も持ってくる。棚というのか、下駄箱というのか、この辺から始まってもいいかもしれない。下駄箱とも言うからね。
靴入れとも言うしね。うん。あとな、俺気になるのはさ、これ、うん、 1番と2番さ、これ、どうやって表現、2番だったらさ、一番上に入れときますっておそらく言うだろうけど、うん。 1番だったら棚の上に置いときますっていうのが。棚の上にでしょうね。一番上にだと、まあどっちとも取れるな。まあ1とも2とも取れるからね。うん。いろいろごちゃごちゃ言いましたけれども、まあ、正解は4番です。ということになります。ではですね、3問目に行きます。3番。男の人と女の人が会社で話しています。はいはい。女の人はどうしますか？誰か田中さんの電話番号わかりますか？はい、私知っています。じゃあ、すみませんが、田中さんに電話して、明日の電車の時間を言ってください。はい、わかりました。8時半ですよね。ええ、そうです。女の人はどうしますか？はい。何が正解でしょうか。まあ1番かな。まあそうだね。1番だね。うん。電話しろって言ってたんで、まあ、女の人は電話しなきゃいけないといううん。ことになりますね。なんかあるコメント。まあ1番で持ってるのが電話じゃなくて、4番が電話っていう可能性がなくはないけど、ねえよ。まあ1番でしょうね。まあそうだね。まあ、受話器を置くとこがどこなのかっていう、まあ多分あそこかなっていう。線がこう3つ入ってるところね。ここね、ここ。ここにどうやって置くのかっていうところが非常に謎ですけれども。でないけど置けるのかなっていうね。まあ、そこがちょっと気になるところですけど。まあそうだよね。まあいいでしょまあ、あとはあれだよね。女の人は何をしますかってこれ、もしかしたら休養があってさ、2番みたいに切符買いに行ったりとかね、田中さんに電話する前になんかコンピューター開いてなんかやんなきゃいけないかもしれないしさ、もしかしたら電車で移動しなきゃいけないかもしれないから、これ。そういうことまで深読みしちゃうとちょっと困っちゃう人も、まあまあいないだろうけれども。う。いない。いない。はい。ということで、3番の答えは、まあ、田中さんに電話してくださいと言ってたんで、1番になります。ということですね。はい。では4番いきます。4番。お母さんが男の子に頼んでいます。はいはい。男の子は何をしますか？ねえ。何？お母さん牛乳買ってくるからお風呂洗ってくれない？もうすぐ見たいテレビが始まるんだけど。牛乳買ってくるのとどっちがいい？お菓子も買っていい？一つだけよ。わーい！じゃあ行ってくる。わ、あと10分だ。自転車で行こう。男の子は何をしますか？はい。正解は何でしょうか。まあ3でしょうね。まあ3だよね。なんで3なのかというと、まあお菓子買えるなら、お使いに行くよというか、まあ牛乳買いに行くよというような、そういう反応をしてたんで、うんって。いうことですね。まあお風呂を洗いたくないんでしょうね、強烈に。なんでかっていうと、見たいテレビがあるからお風呂洗いたくないって言ってるんだけど、見たいテレビまであと10分なのね、これ。まあ、10分でできることは多分、買い物行くより風呂洗った方が早いんですよね。俺もそう思ったわ。風呂を、洗えば、テレビが見れるのは確実なのに、それを選ばない何か強烈な理由があるってことだよね。そういうこと。ちょっといろいろごちゃごちゃ言いましたけれど、正解は、まあ3番ですと。はい。お使いに行くというようなことを言っていたんで、たまになります。それではですね、今日最後の5番目の問題に移ります。5番。はい。レストランで店の人と男の人が話しています。男の人はこれから何をしますか？いらっしゃいませ。食事のメニューはありますか？
すみません。2時からコーヒータイムになります。飲み物だけ？はい。ケーキはございますが。そう。じゃあ、またにします。男の人はこれから何をしますか？はい。正解は何でしょうか？ここから選ぶとしたら4番かな。ここから選ぶとしたらというか、まあ4番しかないでしょうね。まあ、この絵が全部、まあ、店の中っていうのが前提として、4番の絵が店の出口だとしてって考えると、4番しかないかなっていう。ああ、まあそういうことか。まあ、帰ってコーヒー飲むとか、帰ってご飯食べるって考えると、まあ2番とか1番もあり得るなっていうね。まあ、あるいはこれが他の店の中っていうの絵だったらってことだよね。他の店に行って飯を食うとかって考えたら、まあ、あり得るけど、まあ、4番が、まあ、出口と考えるのが普通かなっていう、まあ、常識的なところで4番かなっていう。まあそうだよね。細けえな、お前は本当に。いや、あとなんかこの男の人のなんか表情やばくねって思ったけどね。なんか目いってんじゃんって思う。眉毛ねえし。目見開きすぎでしょって思ったけど。いや、目は普通だろ、別に。眉毛ねえのはおかしい。眉毛ねえよな、これ。眉毛はねえな。確かに4番の、なんかこの、ドアの角度おかしいよね。どこにドアあんのみたいな。いやまあ、俺ら完全に日本語能力試験に喧嘩売ってるよね、もう。まあ、喧嘩売ってるね。そんな、細かく絵を考察するとかさ、なんかこう、深い推測をするのが目的じゃないから、この試験。男の人が、また今度にしますと言っていたので、4番が正解になりますという感じですね。はい。どうだったなんか、感想あるこの5問解いてみたけど今日。このスピードで話すことないからね。このスピードで会話されるとちょっとイラッとするかな。まあそうね、なんかあれだよね、このスピードの問題を聞き取れたからといって、実生活でのリスニングというか、日本語を聞くっていうのはちょっと難しいかなって気がする。まあ、当然日本語拙い人にはゆっくり喋ってくれると思うから。そうね。まあ、こんぐらいでも分かってる分にはかなりいいと。はいはい。まあ実際日本語を勉強している方にとっては、まあ、僕らが喋ってるスピードはもちろん速いって感じるでしょうし、まああとこの試験の問題でも、まあ速いって感じる方もまあいるかもしれませんけれども、できればですね、僕らが喋ってるこのスピードに徐々に慣れていけばですね、慣れていければ N5 のレベルの試験だったらもう楽に正解できるようなレベルになるかもしれないですね。日本語最初に勉強したばっかの人がこれ分かるとは思えないけど、分かるんだ。そうね、N5 の問題、思ったよりも難しいなとは思ったかな。というのも、例えばなんか、5番目の問題でなんか、じゃあまた今度にしますとかさ、本当にその状況を知らないとさ、経験したことがないと分かんないよね、多分。なんかすごくこう限られた状況というか、限られた状況で言うことかなっていう。また今度にしますっていうの。じゃあ違うとこ探しますとかも言うしね。じゃあいいですとかも言うし。今日はですね、日本語能力試験の5問を、一緒に解いてみました。皆さんどうだったでしょうか？次回もですね、またこのペースで5問ずつですね、解いていければと思いますんで、また次回の動画を楽しみにしていてください。ではまた見てくださってありがとうございます。